こんにちは、ゆかです。東京 Vlog 後半戦ということで、今新しい宿に来ております。ちょっとまた後で詳しくルームツアーをしたいと思うんですが、あと1週間弱ぐらいかな、5日間ぐらいはここを拠点にして、いろいろと東京でお仕事したり遊んだり買い物したりしたいと思うんですけど、今日はねかなり盛りだくさんな一日で、夜はアドビとのイベントがあるのでめっちゃ楽しみです。今日はアドビさんと一緒にこんなイベントをやるために原宿に来ております。ゆか大石アドビクリエイティブクラブジャパンコミュニティイベントということで、めっちゃ可愛いところなんですよ。わかるかな。ダダダダダーン。ちょっと待って。ハリーフライデー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ちょっとなんか自己紹介を兼ねたような感じの話でいこうかなと思っているんですけど、今ニューヨークに住んでおりまして、今回日本には2週間ぐらいちょっと遊びに来ております。どういうきっかけで動画を始めたかみたいなことからいきなり話していきたいと思うんですけど、まず最初私ブログやってたんですよ。ちょっとこれめっちゃ恥ずかしい若干の黒歴史なんですけど、ブログで写真を撮ってアップしたりとかやったりするのが好きだったりとか、そもそもインターネット育ちで、インターネットがすごくこうなんていうんですか、伸びてきた時と、アメリカのケンタッキー州っていうところに住んでて、その当時小学生の時とかめちゃくちゃ田舎っていうのが合わさるとすごく親和性が良くて、ずっとパソコンでなんかこう掲示板をレンタル掲示板とかあります？みんな知ってるかなちょっと年代によって知ってる人と知らない人で、そう平成結構意識していることは、自分はこういう人だっていうのをなんかあんまり枠に捉えすぎず、枠を考えるよりもなんか軸を用意する方がいろいろフレキシブルに考えられていいなと。見つけ方としては、得意なこと、そんなに頑張っていないのになんかできちゃうこと、自分もそんなすごいと思ってないんだけど周りの人によく褒められるみたいなことと、自分が好きなこと、ずっとやってて飽きないこと、疲れててもやりたいなというようなことで、価値のあること、今世の中に必要とされていること、お金とか信頼が得られそうなことっていう、なんかその3つのものが合わさっている部分が結構ね、いい軸になりそうな部分かなと思います。なのでちょっとこういう考え方で自分ってどうなのかなっていうブレストとかしてみるといいんじゃないかなと思います。次はですね、成長に関するよくある勘違いです。これうちの愛犬です。可愛いでしょ。成長は直線じゃないということなんですけど、なんとなくこう時間が経って頑張り続けたらこんな感じでピョーンって成長できるんじゃないっていうふうに思いたいんですけど、実際は全然そんなことなくて、なんかちょっといい時もあればスランプもあればっていうのを繰り返して、なんか気づいて振り返ったらなんかちょっと成長してたかもみたいな感じじゃないかなと思ってます。成長は長期戦ということなんですけど、さっきのグラフじゃないですけど、グラフもその時間軸横だったんですが、軸はどれぐらいの期間なのか、これも誰もわからないので、それが恐ろしいところなんですけど、実際にこれ私の YouTube のアナリティクスのスクショなんですけど、初期の頃から2019年4月までの3年間のグラフなんですけど、なんかいい感じに成長しているような、なんかちょっとまあなグラフです。で、さっきのグラフはここからここなんですよね、400本のところで、そこからなんかもう全然角度が変わって、今ちょっとなんか同じような状況になっちゃってるっていうのはちょっと置いといてここでやめてたらここまでいけなかったよねみたいな、なんか本当にいつこのちょっとブレイクスルーっていうかティッピングポイントみたいなのが来るかって本当に誰にもわからないので、やり続けることしかできないということで、ここで2019年の時点では動画400本で、2024年ぐらいで1000本いってて、そんなに多い方じゃないと思うんですけど、他の方に比べたら。とはいえずっと毎年コツコツやってるといつか
バンっていく時があるんじゃないかと思って、多分私このグラフを見てるともうすぐまたバンっていくんじゃないかっていう気がしてきました。そうだといいな、来年という感じで、いろいろとクリエイティビティについてだったりとか成長について話させていただきました。このイベントに来てくださった皆さん本当にありがとうございました。そして来れなかった方もねたくさんいたと思うので、また2026年はこういった講演の機会だったりイベントの機会を増やせていけたらいいなと思っております。はい、ということで無事に Adobe のイベント終わりました。日本滞在も終盤に差し掛かってきたんですけども、ルームツアーをしたいと思います。今すごくいいところに泊まらせていただいていて、Weave Living というサービスを使わせていただいてここにステイしてるんですけど、 Airbnb とかとはちょっと違うサービスアパートメントではないんだけど、家具付きのめちゃめちゃ高級なマンションみたいなところに宿泊できるというサービスです。Weave Living は香港と東京、ソウル、シンガポール、シドニーとかそういった都市にサービスを提供してるんですけど、今回の東京では麻布十番エリア、白金高輪とかその辺のエリアなんですけど、そこの Weave Residencies というところに滞在させてもらってます。ようこそ、どうぞどうぞ。ちょっとルームツアーしたいと思います。こんな感じで入ってくると、リビング、ダイニング、まずこちらすごい広いので、ここがダイニングエリアで、ここから東京が一望できるというか、景色も良いし日当たりもなかなかいいですね。でこちらがベッドルーム、なんと第1号ということで、もう一つベッドルームがあるんですけど、ここにベッドルームがあり、こちらに行くとまずこっちキッチン、鍋、フライパンとかその調理器具、お皿類など一式揃っているし、ケトルもあるし電子レンジもあるし、なんと炊飯器もついてました。これはめちゃめちゃありがたい。いきなり生活できる一式が全部揃ってるから、暮らすように旅するみたいなことができて、とてもいい感じです。こっちがバスルーム、お風呂で洗濯機もついてます。これも中長期滞在にはめちゃめちゃありがたい洗濯乾燥機までついてます。でこちらが、ユニットバスですね。海外在住の人にとってはね、本当にこのユニットバスが嬉しいんですよ。追い焚きとかできるだけでね、もう泣いちゃいます。でこちらが、トイレです。あともう一つこっちですね。このキッチンを抜けて玄関のこちら側がもう一つのベッドルームになっていまして、これもほぼ全面収納になっていて、こんな感じでかけられたりするのですごくいいですし、なんとこちらにはウォークインクローゼットまでありました。そんな感じということで、こんな感じで Weave Living めちゃめちゃおすすめなんですけど、家具もついてるし、水道代とか電気代、ガス代、あとインターネットも全部込みでパッケージステイみたいな感じになっていて、結構短期から中長期までいろんな借り方があるみたいなので、もし東京になんか中長期ステイされたい方はぜひちょっとリンク概要欄に貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。ちょっとこの後我々は蔵前の方にちょっと探索しに行こうかと思っておりますので、はい、今日も一日 Vlog したいと思います。たけしさんお買い上げです。コートよかったね。ダウンしかも洗濯できる。
めっちゃアメリカ製だと思うけどなんかマッチ型のお香のお店です。このブランドは知ってたけど、こんな店舗は初めて見ました。まず火をつけますね。お普段のマッチと違う点としては、この軸の部分がお香になりますので、横に寝かせて使っていただきます。で、10ミニッツアロマっていうお名前の通り10分ほどで燃え終わりまして、お部屋に1、2時間ふわっと香りが残るような形になっています。半分ずつになるので、同じ香りの8本とマットっていう形になります。あれさあ、蔵前はどうですか？美味しいですね。個人経営とかの店がいっぱいあって楽しいですね。飯田橋にやってきました。今から神楽坂の方に行きたいんですけれども、江戸時代の飯田橋神楽坂周辺、いやちょっとこの Vlog 的にはさっきのカレー食べてすぐみたいになっちゃってますけど、実際は3時間ほど経ってますそんなにお腹空いてないんですけど、ちょっと早めのご飯を食べます。白金に多分本店がある焼肉屋さんの焼き鳥屋さんね。焼き鳥屋さんのはい神楽坂店。はい、行ってみましょすごいセンスがありますよ。う。美味しかったね。はい、じゃあ次行こう本日の真の目的、友達が始めたバーに行きたいと思います。乾杯。イエーイ。Congrats。久しぶり。$16. It drinks. I think it's which area? Classico. Yeah. Classico. So Classico is the. 美味しそう。で、歌がいいの？人がいいの？可愛いってなりそうかもしれない。でも LA で求めるとか。お腹痛かったじゃない。食中毒。I'm having the time of my